皆さんこんにちは、近藤瑞穂です。今日はツインレイの道を歩む上でよく言われている自分を生きることについての3つの理由をお話ししたいと思います。これはサイレントを早く終えるためにも必要なことですが、サイレントが明けてからも役立つ内容になります。それではシリウス中継スタート。ツインレイに限らず、すべての恋愛に言えることですが、相手を追いかけている恋愛は基本的にうまくいきません。恋愛を成功させる秘訣は、相手を追いかけるのでなく、自分を追いかけること。エネルギーの面から説明すると理解しやすいと思います。相手を追いかけることによって、意識は相手に向かいます。そして相手に意識が向かうことで、自分のパワーの何割かが相手の方に流れてしまいます。私は投資ヒーリングのスクールをしていますが、投資を始める前に意識を自分に戻すことから始めます。それは自分の力を 100% にすることで、投資の力を最大限に発揮することができるからです。私たちの意識は簡単に自分から離れてしまいます。そして誰かのことを思えば、そこに意識が流れて、自分のパワーが減ってしまいます。例えば何か考え事をしていると、うっかりミスをしてしまうことがあると思います。自分の意識が自分から離れているため、自分のパワーが減って集中力がなくなってしまうからです。これは生き量にも同じことが言えます。誰かからの思いを強く向けられると、そのエネルギーを受けてしんどくなったり重たくなったりします。そして受ける側だけでなく、思いを飛ばす側もしんどくなります。その理由は、想念として自分のエネルギーの一部が相手に流れ続けるため、自分のパワーが継続して減り続けるからです。生き量は受ける側も飛ばす側もお互いにしんどくなります。そして、これはツインレイにも言えることです。相手のことを考え続けていると、自分のエネルギーがいつも相手に流れ続けます。しかもツインレイの思いは強力で、頭の中からずっと離れない状態になりやすいため、自分の力を半分も持てない状態で生活しているチェイサーもいると思います。しかも、それが純粋な愛の想念であれば良いのですが、サイレント中はどうしても寂しい思いや苦しい思いを相手に向けてしまうため、お互いにパワーバランスを崩す要因となってしまいます。自分を生きるということは、自分に意識を向けるということ。自分に意識を向けるだけで、私たちは自分にパワーを持つことができるのです。人はパワーのあるものに惹かれます。なぜなら、人はパワーが欲しいからです。例えば、芸能人でも誰でも気になる人がいるとします。そして、その人が輝いて見えるとき、私たちはその人を好きになります。反対に、あなたの周りにパワーのない人がいるとします。きっとあなたは本能的にその人との関わりを避けるでしょう。なぜなら、人はパワーを奪われたくないからです。エネルギーの法則というものがあります。それは、
大きいエネルギーは小さいエネルギーに作用を与えるということ。反対に小さいエネルギーは大きいエネルギーに作用を与えようとしても、その力を持つことができません。これは残念ながらツインレイにも当てはまります。相手が思うようにならない理由は、自分のパワーが相手のパワーよりも小さいからです。逆に言えば、自分がパワーを持つことで、相手との関係性を良好にする力を持てるのです。あなたが相手に会いたいと思うときは、どんなときでしょうか？多くの場合、寂しさを感じたり、愛が欲しいと感じるときに、会いたい気持ちが強まると思います。人は自分が弱っているときに、会いたい気持ちが強くなるのです。そこには、満たされていない部分を満たされたいという本能的な欲求が働いています。例えば、仕事やプライベートで充実しているとき、相手に会いたい気持ちは寂しいときよりも薄らぐと思います。自分が満たされていると何かで満たされる必要がないからです。満たされたいと思う気持ちの裏側には、依存や執着の問題も関わってきます。人は自分が 100% でないと感じると、それを補うために誰かに依存したい思いが強くなるからです。しかし、依存や執着のエネルギーはとても重たくて、その思いを向けられた相手は基本的にそれを嫌がります。これもツインレイに当てはまります。寂しいから会ってほしいという思いの裏側に、満たされたいという欲求や依存が見えると、ツインレイの相手はあなたから距離を取ろうとします。実際、ツインレイの相手と会えるときは、自分が寂しいときでなく、自分が充実したときに会えることの方が多いと思います。ツインレイの関係において、甘えや依存があるとうまくいかない理由はもう一つあります。それはツインレイはお互いの魂の向上のために自立を促し合っているからです。ツインレイの世界が甘くロマンティックな世界であると思っている人もいらっしゃると思いますが、ツインレイの世界は基本的に魂の修練の道であり、全くと言っていいほど甘やかしのない世界です。弱さが見えたり、依存や甘えが出てくると、魂の修練のために運命は動き出します。そして相手は、あなたが自分を生きることを促すために、あなたから離れます。以上です。自分を生きることがなぜ必要であるのかをご理解いただけましたでしょうか？自分に向き合って自分を生きることは、自分を 100% にすることであり、自分にパワーを持つことです。辛く苦しい時こそ、相手に意識を向けるのでなく、自分に意識を向けて、自分のために生きてみてください。あなたがパワーを持つほどに、流れが変わり始めることを感じられると思います。それでは、シリウス中継を終わります。